今日は N 語の日と年の2つの漢字を勉強しましょう。まず最初にサムネイルの答えを発表するね。答えはおとといだよ。おとといは昨日の前の日のことだよ。日の漢字は特別な読み方をすることが多いよ。パターンで覚えるんじゃなくて、一つ一つそういうものだと思って覚えていこう。それではいつもの漢字クイズを始めるね。さて、この漢字は何と読むでしょうか？ヒントはひらがな4文字です。明日の次の日のことだよ。この言葉も特別な読み方をするね。なんでこんな漢字を書くんだろうと疑問に思わずに、こういうものだと覚えていきましょう。漢字はこういうものだと理解することがとっても大事です。答えは最後に発表しますね。まずは日。音読みは日実。音読みは日実。訓読みは日か。訓読みは日か。例文を読みましょう。次の日曜日に日本の旅館に遊びに行きます。次の日曜日に日本の旅館に遊びに行きます。次の日曜日に日本の旅館に遊びに行きます。海外の人は日本の話をするときに日本を使うことが多いと思います。この漢字は実は読み方が2つあって、日本と日本です。どちらも正しくて、日本人も喋っている人が好きな方の読み方を使っています。個人的には日本の方が使うことが多いかなと思っています。言葉をもっと増やしましょう。日焼け、日焼け、日焼け。日光、日光、日光。小春日和、小春日和、小春日和。小春日和は実は春ではないんです。小春日和は11月頃の暖かい日のことです。英語ではインディアンサマーというそうです。使い方は今日は暖かくて小春日和ですねと言ったりします。ちょっとレベルの高い日本語ですが、日本語に慣れてきたら使ってみましょう。次は年を覚えましょう。音読みは年、音読みは年。訓読みは年、訓読みは年。例文を読みましょう。今年の目標は N 語の試験に合格することです。今年の目標は N 語の試験に合格することです。今年の目標は N 語の試験に合格することです。やっぱり勉強しているのであれば目標が大事です。それが N5 や N4 などの日本語検定試験になると思います。今日は眠いなと思った日でも1個のワードでもいいので覚えて眠りましょう。言葉をもっと増やしましょう。年内、年内、年内。年下、年下、年下。近年、近年、近年。自分と比べて年齢が高い人のことを年上と言います。自分と比べて年齢の低い人のことを年下と言います。自分と同じ年齢のことは同い年と言います。クイズの答え合わせをしましょう。答えはあさって、あさって、あさって。おとといもあさっても特別な読み方です。なんでこんなにイレギュラーな読み方なんだろうと思わないで、こういうものだと思いましょう。ちなみにおとといの前の日は先おととい、あさっての次の日はしあさってと言います。しかしあまり使いません。それでは今日習ったことの復習をするよ。
今日は2つの漢字を覚えたね。そう、N 語の漢字、日と年を勉強したね。ベーシックな漢字は日本では日頃からよく使います。N 語の漢字を覚えていくと日頃目にする漢字がわかるようになるよ。頑張ってね。では今日のお勉強を終わります。では、ケイでした。またね。